2022年2月に開始されたウクライナ侵攻では、様々な兵器が注目を浴びており、ハイマースなどの多連装ロケット砲や、バイラクタルなどの自立型ドローン、自爆式の小型ドローンなどが注目を集めていますが、最もロシア軍に損害を与えている兵器はこれらではありません。今回は、ウクライナ戦争で多大な戦果を上げている、誘導砲弾エクスカリバーについて、性能と開発経緯、ウクライナ戦争での戦果について詳しく解説していきます。まずはじめに、エクスカリバーとは何か、について説明しましょう。エクスカリバーは、簡単に言うと、大砲から発射されるただの砲弾です。しかし、そのただの砲弾がなぜ大きな戦果を上げているのか、まずはその開発経緯から解説する必要があります。エクスカリバーと呼ばれるこの兵器の正式名称は、M982 エクスカリバーで、もともとは1992年に開発計画が始まり、現レイセオンミサイルシステムズと、現 BAE システムズによって開発されました。開発計画開始後の、1995年時点の正式な要求スペックでは、これまでの榴弾砲から射程を延長しただけの、無誘導砲弾ということになっていました。軍ではこの砲弾を20万発要求しており、費用は1発4000ドル、今の為替だと55万円ほどです。1998年に、現レイセオンの一部門である、テキサスインストゥルメンツが、初めての納入契約を獲得したものの、その後、2001年には20万発の要求が約7万6000発、そして約6万発へと切り下げられることになりました。この背景には、1999年に発生したインドとパキスタンのカールギル紛争において、インド軍がロシア製のセミオートマチック誘導砲弾を使用し、敵の塹壕などを非常に正確に砲撃したことから、2004年にはスウェーデンとアメリカの合同計画として、無誘導の砲弾ではなく、誘導方式のエクスカリバーを開発することとなりました。2005年には手始めに500発の量産が承認され、同年9月にレイセオンが実証実験に成功しています。こうして開発配備されたエクスカリバーは、2007年5月にイラクのバグダッドにおいて、反政府側の拠点であると疑われた家屋に対して発射され、初の実戦射撃となりました。この実戦投入では、94% の砲弾が標的の4メートル以内に着弾するなど、高度な精密砲撃能力を示すことに成功しました。この成果を受けて、アメリカ陸軍はエクスカリバーの月間生産量を、18発から150発へと大幅に増強することになります。では、このエクスカリバーとこれまでの砲弾では具体的に何が違うのでしょうか。エクスカリバーは、ミサイルではなくあくまで砲弾なので、エクスカリバーを発射するのは各国の 155mm 榴弾砲や、155mm 自走榴弾砲です。アメリカ製の牽引式榴弾砲、M777 は、通常弾の射程距離は24キロですが、エクスカリバーの射程距離は、使用に応じて40から57キロまで伸びます。ただ、前述の通り、エクスカリバーはあくまで砲弾なので、ミサイルのような推進装置はないため、発射後に展開される安定力と操舵力によって射程距離の延長が実現されています。通常弾とは違い、エクスカリバーは局射での発射後、弧を描く頂点から滑空し、GPS を受信しながらターゲットに向けて落下するわけですが、その過程では4枚の操舵翼で舵取りすることで、高精度での砲撃を可能としています。着弾の命中精度については、当然ながら射撃距離が伸びるほどばらつきは出ますが、通常弾の場合は、25キロ先の着弾半径が、十数メートルから最大100メートルなのに対し、エクスカリバーについては、距離に関係なく数十センチから10メートルほどの範囲内に収まり、各種試験での平均的な着弾精度は、1メートル以内とも言われています。このエクスカリバーは、従来の砲兵用砲弾を代替するための、
長距離兵器として開発されたため、NATO 規格の 155mm 口径の火砲で使用ができるように、155mm 口径となっています。また、エクスカリバーには多機能信管が装備されているため、空中での炸裂、硬い地面での着発、目標内部へ貫徹後の炸裂など、シチュエーションに応じたプログラムが可能です。ただ、こうした性能の高さは、もちろん一発あたりの価格にも影響があります。昨今では、通常弾一発の値段が30万円前後なのに対して、エクスカリバーは一発1000万円ほどと高価です。しかし、エクスカリバーの投入で、アメリカ軍の地上部隊は航空機からの支援を必要とせず、なおかつ天候状況による影響を受けない精密兵器を得ることとなりました。これは、GPS 誘導による精密な攻撃により、通常弾で起こり得る同士撃ちの脅威を排除し、市街等の民間人がいる環境での有効性を示しました。そして、命中精度の向上は、射撃に必要な弾薬の数をより少なくすることに貢献しています。次に、エクスカリバーがウクライナ戦争においてどういった戦果を上げているのか紹介します。ウクライナ戦争が開始されたのが2022年2月末。エクスカリバーを含めた米国からの軍事支援が開始されたのが、おおよそ5月から9月の間だと言われています。アメリカからは、M777-155mm 榴弾砲と、エクスカリバーがセットで供与された模様ですが、供与されたエクスカリバーの正確な弾数は明らかにされていません。アメリカの安全保障専門オンラインメディア、ウォーゾーンが、2022年10月に公開した記事では、ウクライナは米国から100万発以上の砲弾を受け取った、といったタイトルで、アメリカがウクライナへ兵器を供与して以降、何発の砲弾を供与したのかが、大まかに記載されています。その記載内容によると、2022年10月時点で通常弾が100万発近く、エクスカリバーは約3000発とされています。エクスカリバーは一発約1000万円もするので、それだけで300億円の支援がされていることになります。このように高額な砲弾だけあって、ロシア軍に対して確実に打撃を与えることに成功しており、ウクライナ軍においてはなくてはならない兵器となっています。特に大規模な砲兵戦では、長射程と高精度を併せ持つエクスカリバーが猛威を振るいました。戦車や装甲車、陣地などをピンポイントで多数破壊することに成功しています。そして、ツイッターなどの媒体にて、映像とともにエクスカリバーの戦果が多数報告されています。エクスカリバーは一発約1000万円と、通常弾と比べて数十倍ほどの値段となりますが、ウクライナ軍はドローンによる偵察によって、敵兵器の位置を割り出し、敵の戦車や自走砲を正確に砲撃して破壊しています。これらの車両は、一両破壊するだけでも数億円もの損害を敵に与えられるため、こうした高価値の目標を一撃で破壊することができれば、十分に高いコストパフォーマンスを発揮します。そして、同じ目標の撃破をするにしても、通常弾と比べ一撃で撃破できるエクスカリバーは、自軍の兵隊や、補給部隊の負担も軽減しています。また、アメリカから供与された M777 榴弾砲とは非常に相性が良いと評価されています。M777 は吊り下げ空輸が可能なほど軽量で、迅速な配備と撤退が可能です。この点が、精密砲撃により少数の射撃で敵目標を撃破可能なエクスカリバーと相性が良く、射撃後に即時撤退することで、敵の反撃を受ける確率を減らしています。エクスカリバーは、一撃必中とも言える精度により、今後もウクライナ軍の女神として重宝されるでしょう。ちなみにこのエクスカリバーですが、レーザー誘導能力を付与したエクスカリバー S が開発されており、これまでのエクスカリバーは、さすがに移動目標への正確な攻撃はできませんでしたが、レーザー誘導能力を得たエクスカリバー S は、それが可能になると言われています。また、派生型のエクスカリバー N5 は、砲弾を 127mm まで小型化し、
駆逐艦と巡洋艦で用いることを目的としたバージョンとして開発されており、陸上型とは違い、常に揺れ動く艦上から発射されることが課題の一つでしたが、2019年にはアメリカ海軍での実写実験を終え、満足のいく結果が得られたと伝えられています。よって、今後は揺れ動く艦艇から発射可能で、動く目標への攻撃すら可能な砲弾になるかもしれません。このような砲弾は、ミサイルと比べると圧倒的に安価なこともあり、陸軍のみならず、海軍での採用も加速するのかもしれません。よろしければ、いいね、チャンネル登録と、ベルマークをポチして通知設定をお願いします。